着八幡でトレディーチというお店をやっている諫灰と申します。店長のせいやです。します。どんなお店？年間そうですね、年間100日以上アメリカで仕入れをしていて、年代も特に問わず1990年代から1900年代初頭くらいまでの古着を扱うお店です。生地が個人的に好きなので、自分が納得したものでないと買ってこないっていうものは自分の中ではずっとありますね。生地がいいっていうのは例えばどういうことなんですかね。言葉で表現するのってすごいなんだ、生地がいいってな、もうなんて言えばいいんだろうな。もうなんかこことの答え合わせをいつもしてるので、もう完全にもうこの指先のこれが僕にとっての教科書なんで、だから言葉で伝えるのってすごい難しいですよね。エレベーター上がってすぐの、フロアなんですけれど、トルソーが必ずここに一体立ってます。入り口なのでこう印象に残るような洋服を置くようにはしてます。はい、じゃあ店内ご案内します。内装は、ミッドセンチュリーっていうコンセプトで1970年代から50年代くらいまでの、家具を使ってますね。お店を作るにあたって集めてたりとか、アメリカに買い付けに行った時に見つけてきたものになります。あとはこちら1970年代くらいですかね、パッチワークのウエスタンのシャツなんですけど、もともとは既製品のウエスタンのデニムのシャツの上から全部ハンドでデニムをこうパッチワークで貼り合わせている、すごいセンスに惹かれて仕入れてきました。本当ゆっくり見てもらわないと、ディテールですごい気に入って買ってきてることもあるので、こう一見パッパッと見てもらってもちょっと伝わりづらい服がきっと多いと思います。このラックはでもクラシックなものが多いですかね。1960年代前後くらいのものが多いと思います。その時代のものが昔からすごい好きで集めてはいるんですけれども、ディテールが変わってたりとか、例えばこれもそうなんですけど、一見普通の半袖のシャツのように見えるんですけど、袖がシームレスでこう半袖なのにドルマンスリーブになってるんですよね。で裾の部分には大ぶりのポケットが2つついていて、色もすごい気に入ってます。でここが T シャツのラックなんですけれど、毎年基本的にこうアートをコンセプトとして T シャツはセレクトしてきてることがほとんどなんですけれど、例えばその中でもフレッド・バブというアーティストです。でこの方が描く色の使い方だったりっていうのがすごい昔から好きで、フレッド・バブというそうですね、画家ですね。後ろはもう本当何もないシンプルな黒で、黒自体がこうちょっとフェードして、黒っていうよりはちょっと墨黒になったような感じですね。いいですよね。なのでアート T シャツはもう昔から好きで、アメリカ行くたびに集めてますね。このラック全体の話ちょっと聞きたいと思うんですけど、はい、ここは何かこうくくりみたいなものってありますか？クラシックですかね。クラシックなものをメインで置いてます。年代も意外とこう深めのものが、それこそだから60年代前後くらいのものが多いですかね。これも1960年代くらいのラッセルのフットボールの T シャツなんですけれど、もともと濃ゆいバーガンディだったものが60年くらい経って経年変化でもう色がフェードしてるのと、このペンキの飛び方がすごい気に入って、昔の染料っていうのはもう元の色がすごい深くて、でどんどん色が抜けていくような染料を使ってますけど、
これが上から日が当たってるので上の方が色が抜けて下の方が色がもうちょっと濃いのもこう太陽にずっと当たり続けてたからこういう風な色抜けになったのかなと思いますね。はい、はい、あとはこちら1990年代くらいですかね、ビートルズのパンツです。何用で作られたかっていうと、おそらくそのファッション用として作られたんだと思うんですけれど、あんまりこういう風なアーティストの方がパンツの総柄になって出てくることっていうのはすごい珍しいと思いますね。形が本当に綺麗なストレートなんで形自体は履きやすいとは思うんですけれど、その着づらさに面白さがもともとあるとは思っているので、なのでこういうパンツとかはトレディーチらしいなっていうパンツですかね。2枚になっちゃうんですけど、どちらも60年代くらいのものなんですけど、ヘンリーネックの一見普通の T シャツのように見えるんですけれど、生地がシャツのコットンのブロードと言われるようなシャツの生地を使ってます。すごい昔から面白いなと思って個人的にも私物でも集めているんですけれど、なかなかどこの古着屋さん行ってもこう見つけるのが難しいので、古着ってやっぱりこう人と被らないっていうところが一番最初古着買い始めた時って多分皆さんそういう部分があると思うので、だんだんこう年を重ねていくと知識が身について、でブランドで物を古着も買うようになる方が多いと思うんですけれど、根本はやっぱり人と被りたくないっていうところはずっと忘れないように自分も仕入れをする時だったりとかは心がけてますね。